音楽の圧縮は MP3 ですか？男はワブだ。どうも熊五郎兄さんです。本日はこちら iPod クラシック、ついに iPod クラシック来ました。これはね 160GB モデルで、何世代の 160GB かちょっとわからなくて、重さとか厚みを測ったら多分一番最後の iPod みたいです。薄型のやつね。なんだっけ、第5世代の 160GB 分厚いのかな、なんかいろいろあって分かんなかったんだけど、で電源はね入んなかった。ちょっと実際やってみましょうか。つなぐと一応なんか出てますね。チャージングプリーズウェイト、充電してますよみたいな。バッテリーが壊れてるのか何なのか分かんないですけどね、これでもね結局立ち上がんなかった。もう一回試してみますね。はい、30分ぐらい充電しました。どうでしょう。アップルマーク出たな。おう、Use iTunes to Restore。 あれ、リストアすれば使えんのかな。なんかリストアしたらいけそうだね。ちょっとやってみるね。はい、iTunes 立ち上げました。ちょっとじゃあパソコンに伝えてみますね。iTunes 反応しないね。本体はねギー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 言ってる。ハードディスクぶっ壊れてんのかな。ダメだね。反応してない。反応はしてほしいんだけど、まあ反応ないし Windows も認識してないから、ハードディスク壊れてるんだろうね。ちょっと5分ぐらい待ったけど反応なし。ずっとこのドントディスコネクト、抜くなよみたいなこと言ってるけど無反応です。ダメですね。待ってもダメ。このままたまにギーギーギーって言うけどダメです。電池の持ちは分かんないけどダメなんじゃないかな。多分ですけど、バッテリー弱ってるのは当然だとして、ハードディスク故障ありがちなやつだと思います。で今回はこのストレージをね、内部ストレージを交換してみたいと思います。でいろいろ買ったんですよ今回。すごくないですか。症状確認する前にこれだけ買い揃える人はなかなかいないと思いますよ。こちら iFlash Quad、 マイクロ SD を4枚入れてそれをストレージにしましょうっていうやつですね。バッテリー、それに2頃のマイクロ SD4 枚買いました。3ディスク。この4枚の SD カードをね、この iFlash Quad に入れて、こいつを 1TB iPod にしてみたいと思います。でね、そこまでやるんだったらやっぱり特別な iPod にしたいじゃないですか。で、はい、こちらいつものアリエクスプレスですけど、新品部品をねいろいろ買いました。これすごくね。赤のフロントパネル、赤いボタンも一緒に買いました。こいい赤いケースに、さらによ、背面パネル紫色っぽいマジョーラカラーのやつを買いました。なんかいろんな色になります。パーツいくらだったかな。多分相当高いんですけど2万ぐらい多分かかってんだけど、この辺を使ってね特別な iPod を作ってみたいと思います。じゃあやっていきましょう。はい、それじゃあやっていきましょう。 iTunes につないでリストアしてくださいって出てますね。はい、できません。はい、それじゃあバラしていきますよ。なんかね、こっから入れていくみたい。一応綺麗に開けられるように頑張ります。隙間全くないからね。ペラオが汚い。そうね、ペラオが入るぐらいの隙間は空いてんだね。これは入んないんだよね。入る入る。やっぱ傷はつきますね、これ必ず。どうだろう、ナノと一緒かな。金属の爪かな。一箇所爪が開いた気がするね。ほんと分解できるように作ってないからねこれね。やっぱりバックパネルは曲がりますね。マジで開かねえな。これ結構難しいね。早速傷になってます。入った。さすがペラオ、ありがとう。ここのロック外れたはずなんだけどね、今のでね。ちょっと開いてきてます。ここまで開いても来ないかい。ひどいな、本当に大変これ。なんか動いた。全体的にも動いたよ。起きた。フレーキが2本。フレーキ1本抜きました。開いた。
いやー、今回も見事に引っかかってたね。あ、シリコンで衝撃吸収してる。1時間ぐらいかかった。パーツ買っといて正解だよ。これがぶっ壊れたハードディスクだね。はい、まずはハードディスク外しちゃいます。取れました。すごいよね。この中のアルミをこう取るときにゴリゴリするんで、アルミが削れちゃってます。これが液晶とのフレキだね。あ、押し込みだ。手前に引っ張っても出てこないわ。奥に少し押せばスライドしました。取れた。取れた。おお、このパネルは残るんだね。はい。で、交換パネルも結局こういうことだよね。残ってんだよ、パネルが。はい、そしたら部品を移し替えていきましょう。これは多分部品じゃないけど、なんだろう、ショート防止、そんな感じだよね。剥がせるかちょっとやってみます。バッチリくっついてるよ。一応これも張り替えましょう。フロントパネルはもうこんだけだね。あとリアパネルはこれに変えるんで、部品の移設をしていきましょう。すごい色だよね。マジョーラではないのか、普通に紫なのかな。すんげえ色だけど。剥がれねえ。剥がれないときはエタノールで。効果は抜群だ。ケーブルが一緒にくっついちゃってるね。ちょっと面倒ですよこれ。フレキも一緒にくっついてきてる。ちぎれそうだよね。じゃまずこのホールドスイッチ移植しちゃいましょう。結構がっちりテープだねこれ。剥がれない。よし。両面テープがね結構ついてる。はい、取れました。イヤホンジャックとホールドスイッチだね。よし、ちょっとつける前にね掃除だけしちゃいます。結構汚れてるもんだね。青くなった。すごいよね、このフレキにさ抵抗とか IC を直接ハンダ付けするこの合理的な設計がすごいよね。そりゃ両面テープ必要ですよ。はい、イヤホンつきました。結構シビアだねこれね。でこれにバッテリーだね。でいつもの工具必ず入ってるよねこれね。大きさは一緒。大丈夫そうだね。容量は 650mAh は純正は分かんないな。大きさはもうこれギリッギリだね。はい、じゃあ次はフレームだね。これは接着剤ですか。このフレームに貼ってあるねテープがエタノールでいきます。エタノールがなくなった。エタノール補給します。
あ、ネジがあった。あんまり力加えたくないよね、こういう部品はね。お、来た。はい、取れました。じゃあ今度はフレームの移設だね。フレームも新品です。こうだね。これは買えないです。買える？いや別にこれはいいんだよね。綺麗なんで。あ、でも買えるか。せっかくついてきたんだし。まあこんな感じですね。で、ずれると面倒なんで、とりあえずセロテープで押さえておきます。どうなんだろうな。後からフレーム入れるの難しそうだね。難しいなこれ。これ難しいな、はめんの。お、入った。お、入った入った。で、ここにこれですね。アイフラッシュクワッド。よし、合うんでしょうか。あとそもそも動くのかどうかね。ちなみにニゴロの SD カードって初めて買いましたからね。なんかもったいないね。もったいないとか言っちゃダメだ。すごいね。4枚入りました。これで1テラ。これはどっちにつけるでしょう。ここかな、それともこっちかな。こっちだろうな。多分こんな感じでいいのかな。超大変。合わない。はい、一緒だね。リストはしてください。カバー閉じる前にね、動作チェックやります。お、来た。 iTunes はリカバリーモードの iPod を見つけました。 iTunes で利用になる前にこの iPod を復元する必要あります。 OK、 復元してください。お願いします。復元中来ました。反応してるよ。はい、終わりました。今ね、リンゴマーク出てる。おお、来た。新しい iPod へようこそ。最大容量 952.07GB。やべえ。ちょっと音楽も入れちゃおうか。今ね、お兄さんが外付けハードディスクに入ってる音楽ファイル、全部このパソコンに今映してる最中なんだけど、お兄さんが持ってる音楽全部でね、8ギガぐらいだ。なのでも入るね。8ギガの同期どれぐらいかかるだろう。あ、でも結構早いね。100曲コピーするのに1分半ぐらい。で、700曲同期するんで、10分ちょいちょい。はい、700曲同期終わりました。12分ぐらいですかね。音楽いっぱい入れるとね、空き容量が気になりますけど、残り 943GB ですね。だいぶ少なくなりました。はい、そしたらはめます。赤と紫です。はめますよ。いいですか、はめちゃって。はまるのか、なんか硬いけど、はめしちゃいますよ。硬。これ初めてだね。お、入ったすごいね。ギューってやるとパチって入る。やっぱ新品部品買うべきだな。こんな感じで全く隙間なくはまりました。で、最後ね、このペリペリを剥がして完成です。はい、
どうでしょう。外装は全部新品ですね。液晶と基板だけ使い回しで、あと全部新品になりました。はい、じゃあこれで 1TB iPod 完成です。はい、iPod 完成しましたので聞いてみたいと思います。でね、このお兄さんのお気に入りのウォークマン F886、これと比較をしていきます。でイヤホンはね、中華の200円イヤホン、なんかブラックフライデーだかなんだかで1円販売されてたらしいけど、あとヘッドホンで視聴の方していきます。はい、わかりました。まず最初ちょっとびっくりしたのが、電源入れてすぐ音楽聴いたらなんかボーカルとか全然聞こえなくて、壊れてんのかと思ったら多分エイジングが必要だったっぽい。1時間ぐらい音流しっぱなしにしたらちゃんと聴けるようになりました。最初聞いてね、あれと思って音めちゃくちゃ悪くてびっくりしたんだけど、しばらく音楽鳴らしたらちゃんと音が出るようになりました。音の傾向はね、ソニーとは全く違いますね。低音が強めで全体的に音が柔らかい感じですね。イコライザーの低音を下げるイコライザーがついてるんで、それにしたら結構フラットな感じでいい感じに聞けますね。基本的に音は柔らかくて、でパワーがあるんでヘッドホンとかで聞くのにすごくいいんだと思います。ソニーはね結構音が硬めで全くキャラクターは違いますね。なんかどっちもいいかなっていう感じですね。どっちが好きかっていうと、好き嫌いで言うとソニーの方が好きかなぐらいですかね。 iPod も全然いいですね。音にこう厚みがしっかりあって低音が強い感じですね。なのでイコライザーで少しいじってあげると結構いい感じで聴けます。そんな感じです。ただ1テラはいらないね。動画も見れるんで、画面ちっちゃいけどね、お兄さんの今までの動画を全部入れてやろうかなと思います。すごい細かい話をすると、周波数帯でいくとね、200Hz とか 300Hz とかその辺、低音のちょっと上の帯域、そこをねピンポイントで抑えられればかなり良くなると思います。無事ね iPod も直ったんで、こちら宇治抹茶小餅、なんか同じようなのこの間食べた気がするんだけど、セブンイレブンのこのパターンってさ、いつも1個入りだったじゃん。それがね2個入りだったんで買ってみました。そうね、このパッケージは見たことないね。餅柔らけえな、結構くっついてる。いただきます。美味しい。甘さは結構すっきりで、なんか美味しい抹茶、濃厚な感じとかそういう感じじゃなくて、お餅柔らかく結構好きですね。これなんかね、あんまり高級感とかなくて分かりやすい美味しい抹茶っていう感じ。これ結構好きだな。ちょっと少ないね。製造者わらびや日用、カロリー117キロカロリー、やっぱ少ないよね。量も少ないと思う。で甘さ控えめだし、値段も170円なんでいいんじゃない？これなんかいいね。結構好きです。はい、ごちそうさまでした。はい、今回は iPod Classic 160GB モデルの最終型のやつですね。ハードディスクが壊れてるジャンク品ですね。でそのストレージをマイクロ SD カード4枚入るやつにして、1テラにして、フロントパネルをこの赤いやつですね。で、バックパネルをこの紫ですかね。この色のやつに変えました。あとね、1テラっていうのをどうやって使うんだっていう感じですね。もう MP3 とかじゃなくて、WAV で iPod だとロスレスか。Apple ロスレス？そんなやつにしてもいいかもしれないですね。あとあれか、ファームウェア書き換えるやつあるじゃないですか。お兄さんであれ昔やったことある気がするんだけど、どうだろうね。イコライザーとかが細かく設定できるようになるんだったら入れてみてもいいかもしれないですね。パソコンですぐできるみたいなんで、調べてイコライザー機能が強くなるんだったらやってみてもいいかな。そんな感じです。熊五郎お兄さんの DIY では普段ジャンク品の修理やってます。こんな動画ですが、また見たいなという方はチャンネル登録、面白かったらグッドボタンお願いします。それではまた、熊五郎お兄さんでした。バイバイ。やっぱ新品部品はいいね。